少し前のことです。朝の NHK 朝市を何気なく見ていたら、ある方の話にすっかり引き込まれてしまいました。料理家の栗原はるみさんです。驚いたのは、栗原さんがこの時点で78歳だということ。私が思っていたよりずっと年上で、その年齢を感じさせないエネルギッシュな姿に衝撃を受けました。さらに印象的だったのは、エレキギターに挑戦するなど、人生を楽しむ100のリストを実際に書き出して、今もそのリストを埋め続けているという話でした。そのリストもまだ全て埋まっていないとおっしゃっていました。それを見て私は思いました。70歳目前の自分が言い訳できないなぁと。今日は私がこのチャンネルを始めた理由をお話ししたいと思います。自己紹介をします。シニア一直線ワンツーサードステップと申します。昭和30年代生まれ、今年70歳を迎えます。元公務員です。お堅い職業と思われるかもしれませんが、実際はなかなか違いまして、現役時代は大学や会社を作ったり、公務員らしくない仕事ばっかりやってました。定年退職後は再就職を経て、今は完全にリタイアしています。50代にはフルマラソンも走ってたので、あの頃は自分の体を信じて疑わなかったです。リタイアした時、正直に言えばやっと自分の時間が来たと思っていました。でも待っていたのは楽園ではありませんでした。親の介護が始まり、看取りも経験し、相続の手続きも自分でやり遂げました。そしてリタイアした頃、予想していなかった知らせが届きました。心臓に問題が見つかりました。フルマラソンを走っていた体がです。自覚症状はほとんどありませんでした。定期検診のデータが引っかかり、精密検査を受け、医師から手術を勧められました。なぜ私がとはあんまり思いませんでした。思ったのはこのまま終わるのかなという静かな問いでした。手術台に乗る前夜、やり残したことの多さだけが頭をよぎりました。やってみたいことがある。行っていない国がある。会いたい人がいる。手術を受けました。2年前のことです。手術後はしばらく思うように体が動きませんでした。でも妙な解放感がありました。もう無理をしなくていいではなく、やりたいことだけやっていいという感覚です。リハビリを続けて少しずつ日常を取り戻しました。そして2年が経った今、手術後も一人で海外へ飛び出しています。英検準1級を目指して毎日勉強しています。カメラやガジェットにはまってデスク周りを整えています。最近は AI を使ってブログやノート、YouTube の戦略を立てています。再就職先で資産運用をやってから自分も資産運用を始めています。昭和30年代生まれがこんなことをやっているとは若い頃の自分には想像もできなかったと思います。栗原はるみさんの話に戻りますが、78歳で100のリストを作ってまだ全部埋まっていない。エレキギターにも挑戦している。
70歳目前の私にはその姿が眩しくて、そして励みになりました。やりたいことを書き出して可視化する。それが一歩踏み出す力になると私も実感しています。私の人生を楽しむリストにはまだまだやりたいことが並んでいます。私も100のリストを作ってどこまでやれるか挑戦したいと思います。このチャンネルはそのリストを一つずつ実行していく記録です。70歳目前、まだ挑戦をやめない。これがこのチャンネルのテーマです。同じ景色を見ている方に届けばいいと思っています。挑戦に遅すぎることはないを証明していきたいと思います。チャンネル登録と高評価をいただけるととっても励みになります。ブログとノートも書いています。概要欄にリンクを貼っていますので、よければ覗いてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。シニア一直線ワンツーサードステップでした。